こんにちは。私の日本語ポッドキャストへようこそ。このチャンネルでは日常生活でよく使う日本語や日本の文化を紹介します。日本人の話す自然な日本語をたくさん聞いてください。この動画には字幕をつけていません。もし字幕をつけたいときは YouTube の設定ボタンを押してください。前回私はおにぎりの話をしましたが、今回は味噌汁の話をします。食べ物の話ばかりしていますが、飽きずに動画を最後まで見てくださると嬉しいです。皆さんは味噌汁を知っていますか？味噌汁は味噌という調味料を使ったスープのことです。味噌汁もおにぎりと同じように日本を代表する料理です。味噌汁も日本の文化の一つです。味噌汁は大昔から食べられているとても歴史がある食べ物です。味噌汁はご飯と一緒に食べることが多いです。味噌汁はしょっぱいです。味噌汁はしょっぱいですが、それがご飯に合います。日本人はよく味噌汁を食べます。味噌汁を食べる、味噌汁を飲む、両方使います。日本人は味噌汁をよく飲みます。朝ごはん、昼ごはん、夜ごはん、いつでも食べます。毎食じゃない人もいますけどね。味噌汁は簡単に作ることができます。ですから料理が苦手な人も味噌汁なら作れると思います。ちなみに私は今朝味噌汁を飲みました。今朝の味噌汁の具は大根と豆腐でした。味噌汁の具は自由です。でも定番の具があります。豆腐、わかめ、油揚げ、ネギ、大根、なめこ、じゃがいも。味噌汁にこれらの具をよく使います。味噌汁にはこれらを入れることが多いですが、他の食材を入れても美味しいです。肉や魚や貝を入れる人もいます。私はたまに味噌汁に梅干しを入れることがあります。あとは味噌汁にピーマンを入れる時もあります。日本人はあまりこれらの食材を味噌汁に使わないです。でも意外と美味しいんですよね。私は油揚げの味噌汁が一番好きです。味噌汁の具を変えると味もちょっと変わります。だから飽きることがありません。味噌汁はただの美味しいスープではありません。実は健康にとてもいいです。味噌は大豆から作られています。大豆は豆です。皆さんは大豆を食べますか？海外では豆腐を知っている人が多いですが、豆腐も大豆から作られています。大豆は健康にいい食べ物ですよね。ですから味噌汁も健康にいいです。味噌汁は腸にいいです。味噌の中には乳酸菌がたくさん入っています。乳酸菌は覚えなくていい言葉です。乳酸菌は腸の調子を良くする菌です。腸の調子がいいと体の調子も良くなります。そして味噌汁は汁も具も全部食べます。ですから栄養を丸ごと体に取り込めます。取り込むは外にあるものを
取って中に入れるという意味があります。あとは自分のものにするという意味もあります。他にも意味はありますが、栄養を体に取り込むというのは、食べ物の中にある栄養を自分のものにするとか、食べ物の中にある栄養を取って体の中に入れるというニュアンスです。栄養はビタミンやミネラルなどのことです。栄養は体を元気にするもので、食べ物の中に入っています。丸ごとは切ったり分けたりしない、全部という意味です。食べ物に使うことが多いですね。例えば、リンゴを丸ごとかじる。これはリンゴを切ったり分けたりしないし、皮を剥かないで全部食べるという意味です。栄養、丸ごとは会話でよく使います。話を戻します。味噌汁は体にいいです。味噌汁を飲むと病気になりにくかったり、疲れが取れます。そして肌がきれいになると言われています。味噌汁は体だけでなく心にもいい食べ物です。どういうことかというと、多くの日本人は味噌汁を飲むとほっとします。私もそうです。ほっとするというのは、安心する、リラックスする、心が落ち着くという意味です。ほっとするはよく使う言葉です。この人といるとほっとする。お風呂に入るとほっとする。そんな風に使います。皆さんは温かい飲み物を飲むとほっとしませんか？皆さんは温かい飲み物を飲むとリラックスしませんか？人は体が温まるとほっとするそうです。人は体が温まると安心したり、心が落ち着いたり、リラックスするそうです。ですから、温かい味噌汁を飲むとほっとします。そして、味噌汁にはイライラやストレスを少なくする栄養が入っているそうです。だからといって、味噌汁をたくさん飲みすぎてはいけません。味噌汁をたくさん飲みすぎるのは体に良くないです。味噌汁には塩がたくさん入っているからです。味噌という調味料は大豆と塩で作ります。ですから味噌汁には塩がいっぱい入っています。でも味噌汁を飲むとほっとする一番の理由は他にあると思います。味噌汁を飲むとほっとする一番の理由は、やっぱり味噌汁が日本人にとって定番の食べ物だからです。日本人は味噌汁を子供の頃から食べています。日本人にとって味噌汁は親しみのある食べ物です。親しみのある食べ物を食べると安心しますよね。味噌汁は決して豪華な食べ物ではありません。でもそういう理由でとてもすごい食べ物なんです。ということで今回は日本人の生活に深く関わっている味噌汁について話しました。皆さんの国にも味噌汁のような定番のスープはありますか？皆さんには食べるとホッとする料理はありますか？ぜひコメントで教えてください。
私は海外の文化に興味があるので、皆さんの国の料理のこととか教えてくれると嬉しいです。ということで、今回はここまでにします。最後まで聞いてくださってありがとうございました。いいねやチャンネル登録をしてくださると励みになります。それでは今日も良い一日をお過ごしください。